しができるか考えてしゅうちゃん。マジで急にやめる。僕らはもう今日は怒り怒ぷんですから、もう嫌すぎて爆食です。乾杯。もう今日はもう散々やったな。なんかもう散々やった。なんか何が嫌とかじゃなかったな。イライラしたな。でもさ、嫌味は言われてないねんで、注意されたらイライラするっていう。社会の経験合ってんねんけどな、その人が。それな、合ってんねんけどな。なんか言われたら腹立つタイプやから。なんかさ、自分がさ、会社でさ、なんか理不尽でさ、はぁって思ったこととか言っといたら、これを機にほんまやな。みんなありますかってかさ、普通に働いててさ、なんか理不尽なことも多いしさ、はって思うことも多いよな。私は理不尽っていうか、こんな意地悪なことする人がいるんやと思った。初めて社会人になって。りきちゃん何しゃべったっけ？聞いて、じゃあ、これほんまに意地悪って話。理不尽とかじゃなくて、うわ、すっごい意地悪この人と思った人がいるんだけど、まず私某ショップ店員やっててんな。すっごい女が多い、もうザ・ギャルみたいなお店で働いてたの私。だからもうなんか気が強そうなギャルが多くて、その中でもその人がな、めちゃめちゃな、名前忘れもし私がもう仕事嫌すぎて、休んだんよ。もうそうなんや。もう無理と思ってかわい休んだんよ。その相手が休校や休校やってん、その当時で、次の日出勤した時にいたんよ。いたんや。で、そもそもな、タイムカードを切らなあかんのにな、iPad やってんけどな、iPad 置いてる前でこうやってアイロンしてんねんか。最悪や。で、押せへんやん。おはようございますって言って、すいませんみたいな、昨日お休みいただいてしまってみたいな、熱でって言って休んでんか、申し訳ございませんでしたみたいな謝ってんか。ほんならなんか普通やったらさ、大丈夫とかあるやん。言うな。なんかみたいな。で、昨日代わりにみたいな、誰々と誰々さん入ってくれてるからみたいな、その人たちになんかありがとうでも言ったみたいな、お礼とか言ったって言われて、で、いや、まずそもそも連絡先知らんし、今日出勤してきたし、まだその人たち来てへんしと思って、キモーって思いながら、まだ言えてなかったんで今連絡しますってほんだら、いや、今の時間どう考えても迷惑やろってお前が連絡しろっつってんやんけと思って。私その日8時上がりやってんな、で8時になったら上がれるんやけど、上がっていいよって言われないと上がれへんのよ。あ、そうなんや。そうで、多分慣れてきたら勝手に上がれるっていうか、お疲れ様ですって自分から上がるんやけど、ほんまに入って多分5日目とか、まだ1週間経ってないぐらいやったから、言われるまで待ってたんよ。休憩をな、7時何分行き始めてんの、そいつが絶対帰ってこうへんやと思って、私どうしたらいいのと思うやんか。ほんならそっからさ、そいつはさ30分休憩取るわけ。じゃあ一回帰ってきて言ってくれるんかなとか、違う子に伝えといてあげてあげてみたいな、言ってくれるんかなと思ったら帰ってこなくて、で私8時15分になっても働いてて、で20分になっても働かなあかんわけやんか。で帰ってきて、あ、上がっていいよもうみたいな。で、それ確かにそれはいけずやろ、だから理不尽とかじゃなくて、めっちゃ意地悪じゃない、しかもそれを28、29の女がやってる。やばいよな。で、もう一個キモい話していい？店長もまあまあキモいんやけど、ついでにな、まあまあひどいんやけど、そっちもあったんや。9時からなんかオープンするとかやったら8時半に出勤して掃除するとかあるわけや。でその日行ったら、で私と店長が早番やってんか、ほんなら店長おらんかってん。打刻時間10分後とかに店長から LINE 来て、ごめんみたいな、車渋滞でみたいな、なんか遅れるわみたいな。で打刻がなかったんな、打刻するその iPad がいつも置いてる場所になかったん、で私打刻できへんしどうしようと思って、ほんならなんかごめんみたいな、ちょっと遅れる、私打刻の iPad 持ってるから私打刻してるし大丈夫やでみたいな言われて、やばいな、しとくからこっちでみたいな連絡が入って、ほんで店長オープンのギリギリに来てん。あ、そう5分なんや。前とかも、結局その時間に来て、だからその前の日飲みに行ってて、
で寝坊したけど自分でだからもう明日は間に合わへんって分かってるから持って帰ってんねん、いつも置いてるはずやのに、その日は持って帰ってて自分で打刻してんねん。やばない？めっちゃきしょいやん。出勤してないから会社には出勤したことになってないんだよ。私あの時やばかったな、1年目が一番やばかったかもしれない。なんかしゅうちゃんの会社の人は意地悪とかのレベルじゃなくて人じゃないだから化け物の集いなあ、でもりーちゃんが、私がめっちゃもう愚痴言ってたよりーちゃんに、もうそいつ絶対友達おらんやんって、その一言が意外と、もうなんかめっちゃ笑えてきて、でなんか言われるたんびにこいつ絶対友達おらんやんって思ったら私が言ったから、そうそうそう、そんなやつ絶対友達おらへんやんみたいな。そうそう、マジで仕事行きたくなくて、なんか台風とかやったんよその日な。でもどうしても私は行かなあかんかって、ほんで遠かったのにお母さんに送ってもらったんよ車で。わざわざ。ほんでお母さんが「こんなとこで働いてんの?」とか言われて「なんやなほんなちっこいな」もう病んでて悩んでてな、いろいろ仕事嫌なことばっかり言われて嫌なことあってって相談してたから、お母さんからしたら自分の娘が散々嫌って言ってる会社はどんなもんや。そうそんで見たんよ。そしたらちっちゃあの時は外見だけやったんよ。外観だけな。外観だけちっちゃもっと大きいか思ったあんたそんなんいっぱいやや言われてるよ、なんかもっとでかいと思ってたわとか言われて、いやそれにも意外と救われた。病んでるからその世界しかないやん。全てやねんな、それが。まあ学校が全てみたいなんと一緒やな。そこしか世界がないから、そこの人に嫌われたら終わりみたいな。そうでも他人からしたら、私のこんなんやったんが、他人からしたらもうこんなんなんやって、その時に思って、なんやこのちっぽけなことでなんか悩んでても、やめたらいいだけの話やんとか、そこをね、なんか言われすぎて分からへん。どのあれやったんか。もうでも嫌やったことだけは覚えてるけど、なんか何を具体的にはっきり言われて嫌やったとか、なんかどういう出来事が起きて嫌やったとか覚えてないけど、ただしゅうちゃんがなんていうの、パニックになって仕事前に、頭が真っ白になって貧血になったりとかするぐらい精神的に来てたってことだけが残ってる。真夏やって、めっちゃ暑かったはずやったのに、私もう貧血起こしてて。しゅうちゃんそもそもあれ以来貧血起こしてなくない？起こしてない。そもそも貧血じゃないよな、そんなに。だってしゅうちゃんが普通に一緒にいてなんか女子特有の貧血とか言ってる見たことなかったないよな。会社に入って貧血がもう結構になるようになって、そうやな。もともとストレスやな。貧血持ち全く違いますってわけでもない、普通の女の子やったよ。やのに急にある日もう真っ白になったんよ、もう目の前が見えへんってこと？こうやって普通に開いてんのにぼやがかかって、電車の中で、駅に降りてんやけど、駅がどこかも分からへんくて、なんとなく分かんの、こうザーッと人がいることとかは分かる、でもどんな人かも全然分からへん、で降りるとこがどこかも分からへん、けどまあ大体ここなんやろなと思いながら、だったらなんか LINE とかがなんねん、ピコンピコンって、もうそれがストレスで会社からのってなんねん、連絡みたいな。でそれでもやばいってなんねん、ほんでなんかちょっと座り込んでた気がする。ちょっとそれパニックも起こしてんのかな、その LINE の通知とかで、そのパニックを起こしちゃって、仕事に連絡しなあかん、仕事の人からの連絡かも、ストレスがブワーってかかってもっとひどくなるみたいな。ほんでめっちゃ寒なって、真夏やったのにガクガクガクって冷や汗止まらなくて、でも寒いねん、もうってお前ってなってて、やばいってなってて、でも行かなあかんから、行かなと思って仕事着いたらパッて治んねん。だからもうそう洗脳されてんねん。もう私はすぐ辞めたから、そうなる前に辞めてた。もう私パーンって1ヶ月から辞めたの。1ヶ月で先も決まってないのに辞めた。決まってますって嘘ついたすぐ辞めるのってよくないって言うやん。その石の上にも3年じゃないけど、3年やらないと分からへんとか言うやん。けどほんまに辞めていいと思う。私やっぱ周りの目とかを見ちゃったんよ。友達の目とか考えちゃった。あるよな。なんか一緒に働いてて、みんなそれぞれ頑張って働いてるのに、リノあんたすぐ辞めたんとか、なんかそういう世間体を気にしすぎて辞めへんかったんよ。
めっちゃ悩んだんよ、けどあの時やめてほんまによかったなって思うから、やっぱ合わへんとこなんて3年やっても合わへんねんって。合わへん、マジで合わへんな。この仕事内容が分からへんとかでやめはしん方がいい。だって分からへんから最初。分からへんな、それは。ベジうちのも最初分からへんし、なんかスニーカーのことも最初何にも知らんから分からへんけど分かっていくやん。徐々に教えてもらえるから。でも人は変わってくれへんから。だから正直仕事内容は自分が変わってもっと勉強頑張ったりとかしたら変わっていくやん、どんどん自分が努力すれば。でも人って絶対変わってくれへんから、自分が変わっても変わってくれへんやん。そうやな。だからその意地悪な人がいる環境はもう自分が違うところに行くしか。そうやな、人はな、やっぱ人は大事や変わらへん。そういう人と一生それやからマジで。